はい、皆さんこんばんは。本日は KC の SIG P230 ヘビーウェイトガスブローバッグをご紹介したいと思います。実情の話ですが P230 はシグザウアーが開発した警察用自動拳銃になります。ワルサー PPK に対抗するために弾薬をですね380ACP 弾ですね。PPK は32ACP 弾ですと思うんですけれども、こちらを採用しています。結果的には西ドイツ警察はですね、9ミリパラを導入したようですけれども、日本の警察もですねこの 32ACP 弾を使っているモデルが導入されています。中型オートマチックの位置づけらしいんですけれども、私的にはこれシグのコンパクトオートという認識でいて、小さい銃好きなので以前から興味を持っていました。今回ヘビーウェイトモデルが再販されて、日本仕様と迷いましたが、通常版のですねものを購入いたしました。この小さい形状から生まれるヘビーウェイトのですね撃ち味がどんな感じかを見ていきたいと思っています。あとは KC の外観作りですね。あと通常のオートマチックと違う点、そういったところも見ていければなというふうに思っています。はい、手にした印象ですけれども、まず感じたのはですね、小さいながら結構重量があるなと思いました。重さ的には 500g あります。この表面のヘビーウェイトのですね艶消しされた処理がですね、私は高級感を感じました。やはり外装はさすが KC ですね。あとリコイルスプリングガイドのないですねこの独特な形状はやっぱり印象的です。グリップの握り心地の良さもですね印象的でありました。それでは各部見ていきたいと思います。マズルですけれども 380ACP 弾を発射するマズルになっております。こちらはですねシルバーメッキされたアウターバレル、これは非常にいいアクセントになっていると思います。あとお分かりになりますかね、インナーバレルがですね銃口間際まで来ているのが分かるかと思います。フロントサイドにはですねホワイトドットがあって、こちらはですねスライドと一体型だと思います。リアサイドはですね四角のホワイトドットが入っています。スライド左側の刻印はこの通りになっています。刻印はちょっと浅めですけれども、シグザウアーやあと P230、あとこちらにですねメイドインジャーマニーの刻印が入っています。フレーム前方こちらですね、ここにはですね小さめですけれどもテイクダウンレバーがあります。こちら、スチール製になります。あと横にですねこちらシリアルナンバーだと思われます。フレーム下部にはですねパーティングラインなどはありません。トリガーガードは小さめかと思います。トリガーはコッキングするとですね、この通りですね後方に下がります。これは嬉しいですね。あとこちらグリップの前部っていうんですかね、こちらにですねデコッキングレバーがあります。こちらもスチール製になります。コッキングレバーをですね下げると、この通りデコッキングしてハーフコックの状態ですねになります。グリップ左右にはですねこちらチェッカリングが施されています。あとこちらこの前部にですねこちらにも CR ナンバーが刻印されています。あとグリップ自体はですね握りやすいデザインになっていると思います。マガジンキャッチレバーはですねグリップ底部にあります。こちら最初はですねちょっとですね出し入れは硬い感じがしました。スライド上部には反射防止のセレーションが入っています。スライド右側こちらですねエキストラクターがあります。これは別パーツになっていて金属製になります。こちらはローディングチャンバーインジケーターの役割もあってですね装填の赤い状態を示しています。スライド右側の刻印はこの通りになっています。ここにですね380ACP のドイツ語表記である9ミリクルツという刻印も入っていますね。
マガジンの相談数は12発になります。これ実際にプレス板を噛み合わせたプレミアムマガジンなので、今回ですね、外部のこの周りはですね、この マガジンの周りはですね、これスチール製になっています。それでは通常分解したいと思います。マガジンは抜いておきます。まずですね、このスライドを引いてですね、このテイクダウンレバーをですね、下に下げます。そうするとですね、スライドの後方ですね、こちらを上に上げてですね、はい、スライドを前方に出すとこの通りスライドとフレームが分解できます。はい、こちらアウターバレルですね。これはシルバーベキ加工でこのフレームと一体型なんですね。これアウターバレルは樹脂製ですね。このアウターバレルにですね、リコイルスプリングがついています。あとここチャンバーの左側というんですかね、ここにですねホップ調整の機構があります。あとここですね、この本体の左側にこれスライドストップレバーになります。これ取れやすいので注意していきたいと思います。でこちらもですね、はい、スチール製になります。あと機関部ですね。はい、多分トリガーバーの他もですね、スチールパーツがいくつかありそうな感じがします。はい、あとスライドですけれども、こちらはヘビーウェイトのおかげで重量がありますね。あとこちら、このシリンダーの周りはですね、金属パーツで補強されていますね。多分スライドストップもですね、この金属パーツのここですかね、ここにかかるようになってるかと思われます。あとちょっと気になったんですけど、このノズルですね、これノズルがですね伸びたままになるんですね。通常ノズルリターンスプリングでこれ戻るのが通常の形かなと思うんですけれども、パーツリストちょっと確認したんですが、ノズルリターンスプリングはなかったと思うんですよね。なんでこのスライドストップした時にですね、こういう感じでなんですかね、ノズルが残ってるのがちょっと気になりました。全体の感想になりますけれども、まずはこの外観とですね、このコンパクトな形状が私は非常に気に入っています。ヘビーウェイトのマットな黒の外装色もですね、重厚感があるというかですね、とてもいい感じだと思います。あとプレミアムマガジンのですね、実銃に近づけようとしたパーツ作り、これも非常に良い点かなというふうに感じました。グリップも少し縦長なんですけれども、非常に握りやすくて、あとトリガープルも軽いので非常に実写しやすい銃だと思います。サイトもですねホワイトドットが入っていて、視認性ではですねライバルの PPK よりいいのかなというふうにも感じました。あとテイクダウンレバーやですねデコッキングバー、あとスライドストップレバーなどですね、結構スチールパーツも多く使われていて、耐久性も期待できるのかなというふうに今は思っています。さすがにマガジンがちょっと小さいのでリコイルは強くはないですけれども、ヘビーウェイトのスライドもあってですね、心地よいリコイルは感じられます。難点を言えば、先ほど言ったノズルの戻りがないことですかね。これ個体差なんですかね。ちょっと原因は不明ですけれども、スライドストップの後にですね、通常マガジンをチェンジしてでスライドを戻すんですけれども、チャンバーからですね弾ポロがすることが非常に多い感じがします。あとマガジンの抜く時ですね、非常にちょっと硬めなので、これは使い込んでいくうちに改良されると思います。あとちょっと慣れないとですね、スライドストップレバーがないので、それを押さえたまま空打ちっていうのができないので、そこは少し戸惑うかもしれません。
あとこれは私の腕の問題だと思うんですけれども、近距離の実写でもですね、結構ちょっと球が暴れてたような気がしました。まだちょっと慣らしが足りないのかもしれません。あと初速はちょっと低めですね。今回この後の実写シーンでもお送りしますが、マガジンを相当温めて、ホップ0ポジションにほとんど近いんですけれども、それで測定してもですね、周りを50から60ぐらいしか出ていません。ちょっといろいろ言いましたけれども、KSC の丁寧な作り込みとですね、今回スチールパーツを多用している点などですね、非常にお勧めできる銃かなというふうに思いました。コンパクトな銃私好きなので、また良いコレクションができたかなというふうに思っています。あと購入にあたってですね、マニュアルセーフティーですとか、あとライヤードリンクのあるですね、日本の警察仕様というんですかね、そちらと迷う方は多いかなと思います。あと P232 こちらも発売されているので、そちらと迷われる方も多いのではないでしょうか。はい、それではこの後実写シーンもお送りしますので、よろしければそちらもご覧ください。はい、最後までご視聴ありがとうございました。またお会いする日まで。さようなら。